はいどうも、青空ガンプラです。さて、この青空ガンプラでは手軽に塗装ができる缶スプレーを使ってかっこいいガンプラを作っていこうという動画になっています。そして今回でサザビーが完成しますが、この動画だけでもしっかりガンプラの作り方はわかるようになっています。そしてですね、今回は塗装について詳しく解説も入れていますので、ぜひ動画を最後までご覧いただけるととっても嬉しいです。最後はね、完成形も出てきます。それではどうぞ。はい、では作っていきましょう。まずランナーから切り出していきます。このように少しゲートを残して切って、残ったゲートを2度切りしていきます。こうすることでヤスリがけがちょっと楽になりますね。で、アラ400番、仕上げは1000番の安い紙ヤスリを僕は使っています。適当な木の棒につけて使っています。で、アラでまず削ります。結構ガリガリ削れるので見ながらね、削っていきます。で、仕上げで整える感じですね。削り跡がちょっと気になる場合は、もうちょっと細かい番手1200番とか1500番で削るといいかと思います。はい、このように、僕は結構1000番でね、あんま気にならないので1000番で削っています。こんな感じで OK ですね。で、アドバンスド MS ジョイントもついているので、こちらも切り出しておきましょう。切り出すだけで組み上がるんで、これはすごいパーツですよね。で、ちょっとしたひと手間で、こちら筋彫り堂さんの BMC タガネ 0.1mm を使って、このように墨が入りづらい箇所をあらかじめ彫っておきます。ここはね、ただの段差になっているので、墨入れしても墨がうまく乗らないんですよね。なのでタガネであらかじめ彫っておくと墨入れが綺麗に入ります。はい、このように OK ですね。はい、筋彫りも付け加えていきましょう。まず鉛筆でこのように下書きをして、でこの下書きに沿ってハイキューパーツさんの筋彫りガイドテープハードというのを使います。切り出して白いところを剥がして貼ると、粘着力がかなり強力なので、このテープはかなりいいです。で、色もついててね、分かりやすくていいんですよね。で、テープに沿ってタガネで彫っていきます。優しく彫っていきます。このね、彫ること自体は結構簡単に、作業的には簡単です。このデザインを考えてテープを貼るというのが難しいですね。特にデザインはもう全然思いつかなかったので、もっといろんなところにね、筋彫りを入れようかと思ってたんですけど、なかなかいいデザインが思いつかなくて、あんまり今回筋彫りは入れてないです。で、こんな感じで、はい、綺麗に仕上がりました。それでは塗装に入っていきましょう。塗装なんですけど、湿度が高いと綺麗な塗装ができないので、湿度が 60% 以下を目安に塗装するようにしましょう。湿度計は買った方がいいです。はい、そしたら段ボールを広げて、濡れたら発泡スチロールにぶっ刺して乾かしていきます。そしたらですね、まず缶スプレーの正式なやり方をやってみたいと思います。まず缶をめちゃくちゃよく振ります。そしてこのようにスライドさせながら吹いていきます。吹き始めと吹き終わりはつけないようにして、このようにつけていきます。ただこれ結構難しいんですよね。で、風の影響も受けますし、何より塗料も結構無駄になってしまいます。なので僕はこの正式なやり方では塗っていないです。で、僕のやり方を紹介していきますね。まずですね、このようにちょんちょんちょんと軽く押します。はい、こんな感じですね。で、ちょっとずつ出す感じですね。さっきみたいにこうシューと押す必要はないです。で、この塗り方でまずフレーム部分メタルブラックを塗っていきましょう。ちょんちょんちょんとシュッシュッシュとつけていくと、つけすぎずに簡単に塗ることができます。とにかく失敗というのはもうつけすぎなので、とにかくつけすぎないように気をつけて、それだけ気をつければ、はい、このように綺麗に塗ることができます。簡単ですしね、塗料も無駄にはならないです。ではメインの赤系を塗っていきましょう。レッド、モンザレッド、シャインレッド、メタリックレッドの合計4色使って塗っていきます。まずレッドですね。で、僕あんまり缶スプレーも振らずに塗っちゃっています。あんまりよく振ったからといって違いがよくわからないので、ほとんど振らずにこのように、はい、綺麗に塗ることができます。十分綺麗ですよね。
はい、そしたらモンザレットを塗っていきます。でスプレーをこう塗る量なんですけど、ちょっと吹きつけるとこのようになります。プツプツなってますね。もうちょっと吹きますね。さらに吹いていくと、はい、このようにまだプツプツしてるところがあって、テカテカなってるところもある感じになります。でこれをもうちょっと吹くと全面が綺麗に、はい、こんな感じでね、テカテカで綺麗になれば OK です。これ以上吹くと液だれしてしまうので、塗る量には気をつけて塗っていきましょう。なのでね、さっきのちょんちょんちょんとやっていくとつけすぎをかなり防げるのでおすすめの塗装法です。何より簡単ですしね。でシャインレッドも塗っていきましょう。であと塗装前のパーツの洗浄ですね。これは僕やらずに塗装をしています。パーツの洗浄って結構めんどくさいんですよね。の割にはあんまり綺麗になるわけでもないので洗浄しないで塗っています。最後メタリックレッドを塗っていきましょう。メタリック系はこのようにギラギラになるのでかっこよくなります。ポイントで入れておくとかっこよくなるので、僕はメタリック系が結構好きですね。はい、でアドバンスド MS ジョイントのパーツなんですけど、これが ABS 素材ってやつなんですよね。でこの ABS 素材は塗装がうまく乗らないのでちょっとねめんどくさいパーツなんですけど、試しにねランナーに塗っておきます。でプライマーというのを使います。缶でも出てるので、このプライマーを ABS 素材にはあらかじめつけておきます。こうすることで塗装がしっかりとつくようになるんですね。でこれプライマーしてないとこんな感じでね、触るともうバリ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 剥がれてきて塗装がしっかりこう定着してないんですよね。でプライマーを塗ってからメタルブラックをこれ塗ったんですけど、そうすると塗装がしっかりと乗ります。はい、触っても全然削れずしっかり定着しています。プライマーは結構強烈な匂いがします。ではい、乾燥したらこんな感じになりました。レッドとモンザレッドはそんなに違いがよくわからないですけど、シャインレッドは綺麗な、はい、感じで、違いもこんな感じですね。でメタリックレッドもはい綺麗に塗れましたね。そしたら墨入れしていきましょう。タミヤさんの墨入れ塗料ブラックですね。こちらはよく振って使います。これは振った方が綺麗な色が出ますので、はい、で先端が筆になっているのでね、かなり便利な道具ですね。でちょんちょんちょんと、これはみ出ても後で拭き取るので全然はみ出ることは気にせずつけていきます。でしっかり乾いたらエナメル塗料溶剤で拭き取っていきます。でエナメル溶剤はエナメルだけ落とせるのでスプレーで塗った赤い部分に影響はないです。はい、綿棒もねこんな感じで赤くはならないですよね。で他の部分も拭き取っていきましょう。墨入れを入れると引き締まって一気にかっこよくなりますね。で部分塗装もしていきます。タミヤさんのエナメル塗料チタンゴールドを使います。これもエナメル塗料なのでエナメル溶剤で落とせるんですけど、落としづらい箇所とかはねあんまはみ出ないように気をつけて塗っていきます。でクロームシルバーも使って塗りました。ちょっとはみ出たところは後で修正しておきます。そしたらデカールを貼っていきましょう。でこちらのミスターマークセッターを使います。これデカールの接着剤ですね。で成分が結構下に溜まってるのでこれはよく振って使います。で接着剤と言いますけど全然ベタベタしないでサラサラしてますね。なのでマークセッターを使ったからといって貼り付けが難しくなるということはないです。でまずデカールを切り出して水につけてティッシュに置いといてマークセッターをちょんちょんちょんとつけてデカールを取ってのせると。でもうこの時点でちょっとマークセッターを拭き取っといて位置を調整します。そしたら綿棒で中のマークセッターを押し出していきます。優しく優しくですね。はい OK です。そしたら他のデカールも使っていきます。このグッドマークデカールってやつを使います。このデカールを貼ったら透明部分が剥がせて印刷したような仕上がりになるよっていうやつなんですよね。貼り方は普通の水転写式デカールと一緒です。でよく乾いたらこのように余白部分をペリペリと剥がすことができます。なので完全に余白がなくなるので非常に素晴らしいデカールとなっています。はい、では最後仕上げのトップコートをやっていきましょう。艶消しトップコートですね。やり方は塗装と全く一緒で湿度が 60% 以下の日にやるようにしましょう。なるべくつけすぎないように気をつけて拭いていきます。で
僕全部艶消しにしないのでこのようにパーツごとにやっていますが、全部艶消しでいいんであればある程度組み立ててからの方がいいです。で光沢トップコートも拭いていきます。これはメタリックレッドで塗ったパーツですね。メタリック系はキラキラさせたいので光沢仕上げです。はい、いい感じにできました。でしっかり乾いたらこのようになりますね。でここデカール、これは普通のデカールなんですけど、他の部分は明日のデカールを貼りました。余白が完全にないので素晴らしいですね。いい感じです。で光沢仕上げもはいキラキラで OK です。それでは組み立てていきましょう。サクサク組み立てます。これが腰のパーツですね。で裏側もここ筋彫りを入れたところです。はい、はめ込んで、もうなんというかこのデザイン、ディティール素晴らしいですね。でサイド部分のパーツです。光沢で塗ってあります。でこれが胸部ですね。ここも筋彫りを入れて光沢仕上げになっています。直線入れただけですけどね。はい、はめて外装パーツもはめて胸部 OK です。で腕部分になります。腕もねこうデカールをいっぱい貼ってあります。僕はデカールが好きです。そして肩のパーツを作りまして、ところどころねリアリスティックデカールも貼っていきます。これは付属するリアリスティックデカールです。そして顔になります。ここもデカールをちょっといっぱい貼りました。はい、で無駄に並べてみました。全部のパーツが揃いましたね。それでは組み立てていきます。足をはめて、ちょっと硬かったですけど足をはめて、胸部をはめて肩、そして腕と、いやーめちゃくちゃかっこいいぞサザビーは。顔をはめたら OK ですかね。バックパックをつけて完成になります。はい、動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。もしね良ければ高評価、そしてチャンネル登録をしてくれるともう本当に嬉しいのでよろしくお願いします。そしてですね、この青空ガンプラのチャンネルページに行ってもらうと、次に作るガンプラの画像ってのを一番トップに載せているので、ぜひチャンネルページも覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。青空ガンプラでした。バイ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 。